こんにちは、あおいです。今日はコンロを全く使わないで作れる献立をご紹介していきます。オーブントースターと電子レンジだけで作りますので、暑くてね、今日コンロの前に立ちたくないとかね、疲れてるなっていう時はぜひ今日の献立を作ってみてください。副菜のブロッコリーポテトはお弁当のおかずとしてもおすすめです。で、今回のこの動画は少し前に撮影したものになるので、今はねコタ2歳今そこで喋ってるけどもう2歳4ヶ月になるんだけど、それよりもちょっと幼いコタも登場していきます。この葵の献立室チャンネルはメインチャンネルのレシピを献立としてお届けします。よく組み合わせがわからないと悩む方も多いので、保育園でのおすすめの献立をこのチャンネルではご紹介していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速作っていきましょう。子ども完食ママラッ献立増設が決定いたしました。献立形式でそのまま真似すれば子どもが食べる夕食ができちゃいます。全国の書店 Amazon で好評発売中です。買ってね。では材料切っていきます。ブロッコリーポテトから切っていきましょう。で、いちょう切りにするんですけど、もしじゃがいもの直径が大きい場合は半分ではなくて3等分とかね、ちょっと調整をしていきます。くしゃみはスルーなんですね。あ、集中してましたで、1センチ幅くらいのいちょう切りにしていきます。で、5分ほど水にさらしておきましょう。アク抜きをしていきます。ブロッコリーポテトのウインナーは小口切りです。皮なしってほとんど見たことなかったんですけど、あんまり見た目はわからないもんですね。見た目はね、ただ一つがすごい細い、細くて小さいね、短い。オムレツの玉ねぎ切っていきます。みじん切りにしていきますので、こちらに入れてみじん切りにしていきますコタがいないからいつもこれ喜んでくれるんだけどこれ喜んだ方がいいですか？大丈夫です。大丈夫ですか？いや、でもこれなんか子供が喜ぶ理由わかりますね。なんかね、俺も今キャハって声出そうになりましたオムレツの玉ねぎを加熱していきます。耐熱ボウルにみじん切りにした玉ねぎと油を入れていきます。で、全体を軽く混ぜてふんわりラップをして600ワットの電子レンジで3分加熱していきます。玉ねぎ加熱している間に卵の準備をしていきます。ボウルに卵を割り入れていきましょう。なんですかこのおしゃれな。おしゃれでしょ。卵の席は。なんかいつも卵を割るときに不便だなと思ってて。コロ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 して。そうそう、コロコロするし、なんかパックのまま出すのも不便だしと思って、いいのがあって可愛いのがあったんで買いました。ね、最近なんか私卵をちょっと待って。昔はね、こう片手でちょっと割ってたんですけど、こんな感じ。健太郎さんの卵割り講座です。卵を割るときはこういうところ角とか、鋭利なものにぶつけてしまうとダメなんですって。平たいところにカンってやって、こっち側とこっちの手で逆の動きにする。要はこう開こうとするんじゃなくて、殻をこっち側こっちに持っていく。なるほど、ねじるみたいな。そうですそうですそうです。これでこうしてこれ今全力で振りしてたのかな普通に割ってくださいべちょべちょだちょっとこれ取って若干卵が、割れてますが混ぜちゃうんだよね。混ぜるんですね。黄身と白身混ぜた方が綺麗に仕上がります。で、ここに牛乳入れていきます。牛乳少し入れるとふんわりとね仕上がります。何かだし汁とか牛乳とか水分入れて作るのがおすすめです。と、それからお塩です。卵液を耐熱容器に流し入れていきます。今回は副菜でレンジ使いますので、これをトースターで焼いていきます。で、機種によってちょっと違うんですけど、25分ぐらいだいたい様子を見ながら焼いていきますか？焼いていきます。焼いていきましょうで、トースターは表面焦げやすいので、様子見て途中でアルミホイルをかぶせたりして焼いてください。あともう1点、トースターでこれを焼く時の注意点なんですが、オーブンシートが上に当たっちゃうと燃えて危ない。そうそうそう、危ないのでこの余分な部分はきちんと切るようにしてください。
でもしオーブンで焼きたいという場合は180度に予熱をして20分焼いていきます、では卵を焼いている間に副菜作っていきます、耐熱容器にじゃがいもの先ほどの水分少し残した状態でこの中に入れていきます。ただあんまり入れすぎるとこれ絞ったりしないのでべちゃっとなりますので、ちょっと表面に水分が残ってるぐらいで入れていきます。たっぷりポテトが入るんですね、ふんわりラップをして600ワットの電子レンジで4分加熱していきます、膨れてきてるか。あ、やばい。膨れてきてるわ。すごい、こんな、いい？いや、こんなに膨れるんだね。膨れてないよ。あれが膨れてた空気が。そうそう。こんなになるんだね。こうなる前に開けたいんだよ、本当は。はい、どうぞ。ダガ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 パン。いや、これは多分大丈夫。ああ。4分じゃがいもを加熱したら一旦ラップを外して、ここに先ほど切ったウインナーと、それから冷凍ブロッコリーですをこのまま入れていきます。ここに調味料です。油と塩と、それからコンソメです。全体を混ぜてなじませます。味がね染み渡るように。綺麗ですね、彩りがね。綺麗、すごい綺麗。再びふんわりラップをして、今度は電子レンジで5分加熱していきます、レンジの加熱が終わったら、このままラップをしたまま粗熱を取って味をなじませます、ブロッコリーが少し大きいので食べる直前に小さく切りましょう、これでブロッコリーポテト完成。完成ですか。はい、ちょっと開ける？開けてみましょう、開けてみましょう。はい、こんな感じで。まだねちょっと味がまだ馴染んでないので、冷めていく段階でねもっともっと馴染んで美味しくなります、最後にオムレツにかけるミートソース作っていきます。先ほどレンジで加熱しておいた玉ねぎと豚ひき肉を入れて加熱していきます。でここで加熱するので、玉ねぎねレンジで加熱しなくてもいいんですけど、そうしないと結構時間かかるんですよ、玉ねぎ加熱するの、なのでここで時間短縮するために一度レンジで加熱しています。ひき肉の色が変わるまで炒めたら一旦火を止めて、ここに小麦粉を振り入れていきます。小麦粉を加えて粉っぽさがなくなったら、ここにケチャップ加えていきます。ここにお水です。弱火でこのまま加熱していきます。まだねサラサラなんですけど、一旦とろみがつくところまで加熱していきます。最初はちょっと白っぽいんですけど、加熱していくとだんだんこの濁った色がねなくなっていきます。さっきよりだいぶ濁り英語勉強してるんでね、日本語がちょっとあれなんですよ濁りがねだいぶなくなってきて、とろみが少しついてきたら、このままもう少し弱火で 2,3 分ほど加熱して、このケチャップの酸味を飛ばしていきます、2,3 分加熱してしっかり酸味が飛んだら火を止めて、これでミートソースも完成。卵も焼けたので、卵を切ってこの上にミートソースをかけていただきます。これでオムレツのミートソースがけも完成。早速いただきましょう。こた出番だよ。給食嬉しいな、何でも食べましょう、よく噛んでみんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。足がかわいい顔が渋い。実はね、じゃがいもも卵も最近あんまり食べなくなってきてる。食べないね。米も食べないしね、食べるのはもっぱらトマトのみでトマトばっかり。1日4つぐらい、4個ぐらい食べてるかな。3つ4つ、でかい玉3つ4つぐらい食べてるね。卵からいきましょうか。いただきます。美味しいよ。美味しいよ、こた。お子さんが好きそうな味ですね。俺の私の手に触れました。じゃがいもがすごい美味しい。今回はオムレツにミートソースがかかってるので見た目がね結構華やかなんですよ。バランスもすごくねいいので、ぜひ皆さん簡単なので作ってみてください。足柔らかくいいな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。いで。